針とか曲がるとかあんま気にしない方がいいなと思って、強い針で高い位置でテンションかけた方が絶対キャッチです。これ結構なんか大事にして剥がさないタイプいるんですけど、これ2秒で剥がすタイプです。バランスいいです。良きです。はい、66を使ってやっていきたいと思います。いいっすね、ガイドが大きいっていうのは。通しやすいですね。超先調子。どうですか。はい、テストをやっていきたいと思います。今日ちなみに大潮なんですよ。トップに出るのか、この寒さで。ちょっと流し気味で。このポッパーのアクションの時もティップが入ってくれるんで、水面からルアーが飛び出しにくいです。いい感じだと思います。今のトゥイッチでも大丈夫なのかっていう。これがソリッドだとうまいことできないアクションですね。なるほど。だから時にはこうリアクションで食わしたいなっていう時あるんですけど、ただシビアな時はソリッドの食い込みも欲しいしっていうこの矛盾をうまいことバランスとって、結局2本必要なところがもう1本で両方できてしまうんで、今風がこう来てるんですけど、その向かい風に向かってちょっと投げてみて、結構向かい風っていうのはガイドに絡まりやすいです。で、釣り竿でよく多いのがこの辺ですよね。ここに絡まる、向かい風に投げてもしっかり絡まない竿ってのはやっぱ大事ですね。いい感じです。重心がやっぱりこの辺に来てるんで、アクションの時も竿を立ててアクションする時もこの人差し指をこう上に力入れるだけ、これだけで十分アクションできます。ガイドが大きいんで抜けいいプラスバックハンドで決まります。こういう感じです。こちらは96の MH、 そして、96のこちらは ML と、あと7フィートのロッドですね。こちらの、3機種をテストしていきたいと思います。今は結構きつい角度で曲げても、折れないかっていうのと、あとは竿の曲がり見てるのと、あと一番負荷がかかってる時にこの手を置いた時にしっかりグリップっていうかフィットするかっていうのを結構使ってる時には太く感じたりとか、こう当ててる時に長い気もするんですよ。もう少しブランク触れたりとか、もう少し短くてもいいんじゃないかってやっぱ思うんですけど、いざファイトになるってなるとここ掴むんですけど、その時に全然むしろもうちょい長さあってもいいんじゃないかってぐらいにはなります。竿の視点をお腹に当ててファイトする時に手を置く位置がやっぱ低くなると竿にパワーがいかないんですよね。手が極力上に来た方が竿全体の力を使うことができるので、グリップの配置の確認をしてます。で、結構きつい角度で曲げて、折れないかやっぱテストしとかないと実際に大物が来た時に折れてしまったら取れるやつも取れないし、
あとはこのフッキングした時にパンっていくことあるんで、この今やり取りしてると、もうこのドラグだともうタマンだったらタマンの例えば65センチ来たとしてもギーギー終わりみたいな感じのドラグ設定ですね。例えば4000番クラス、もう少しワンサイズ下のクラスの番手をつけるとやはりもっとグリップが大きく感じてしまいます。大物がヒットしてる時よりこうルアーにアクションつけてる時間の方が多いので疲れてしまったりだとか、釣りしてる時間の疲れと大物がファイトしてからの楽を取るか、その辺のバランスを今突き詰めないといけないのかなっていう感覚で今曲げてみてます。感度はいいと思います。やっぱガイド数が普通のロッドに比べると少し多めに入れてあるので、向かい風でもこのトラブルっていうのは減るので、飛距離を重視して感度が落ちるのかで、また軽量化しすぎて強度が落ちるのか、少し肉厚にして強度を重視するのかっていうところがまた突き詰めないといけない部分なのかなと思います。お、取れたおお、すごい。針が折れました。折りました。1本は切れて1本は折れましたということでも限界強度出し切りましたね。針が折れるぐらい思いっきりやっても折れなかった。感覚だと、60g までは投げ切れるかなっていう実感を今湧きました。うわ、やばい、これはやばいこれはもういいですね。いいですか。まさに欲しかったさ。やべえ、これはこれちなみに全然ないタイプの竿っすよね、ここれはやばいです。これは投げ方少し気をつけないといけないです。チューブラー以上にピシッて投げ方するとリップがパキンって折れます。柔らかいのでやっぱり胴に乗るまでのこの伝達が遅いです。もうぐにゃぐにゃしてるので、初速が速い投げ方だともう竿が追いつかなくて、このソリッドとチューブラーのつなぎ目からパキンって折れます。なので投げるときは基本的には優しく投げるのが基本となります。もしくは垂らしを長くしてですね、やんわり投げます。ロングロッドでありながら、繊細な釣りなんですよ。そうなるとやっぱりグリップが短くなっちゃうと竿が前のめりになってしまって、こうリトリーブしてる時に結構保つのが大変です。なんですけどこれはグリップが長いので脇に挟むことができます。脇に挟んでこの手の位置でグリップが来てるので、ここで重心をしっかり固定させて巻きに集中できます。扱ってる感覚としてはもう全然7フィートとか8フィートクラスの、ライトロッドを扱ってる感覚とそんなに変わらないです。はい、今投げてみて 20g も全然余裕で投げれます。2g から投げれますと書かれてるんですけど、本当にいけるのっていう人が多いと思うんで、ちょっと 2g クラスのルアーを投げたいと思います。そこジグヘッドとかじゃないのかよって、もう最悪ですよ。もうジグヘッドならまだ飛ぶんですけど、フラグのしかも 1.8g、2g 以下を投げたいと思います。結構このソリッドの怖いところが、全然力入ってなくてもティップが曲がるんで、これ結ぶ時とかちょっとこう引っ張ってやったりする時に、折らないように気をつけないといけないです。 1.8g のフラグ。これぐらいの重さだとやんわり投げる必要はないです。もうビシッて投げても全然折れる重さじゃないので、しっかりルアーの重さを感じます。この空気を振ってるだけっていうよりはしっかりルアーの重さを感じながら投げることが今できてる状況なんで、個人的には満足度めちゃくちゃ高いです。大体もうマイクロベイトの釣りは下から 2g で、上でも、10g って言ったらもうジグとかそれぐらいだったらありえるんですけど、フラグとかだともう基本的には 6g とか。ただフロートリグとか投げる人もいたり、キャロライナリグもいたりだとか、メタルジグだとタングステンとかになると10g とか、マックスで 15g 使う人もいると思うので、そういう部分も踏まえて、マックス 15g で、今回は設定しました。あんまりプレッシャー感じないんじゃないですか。柔らかい、すごく。ソリッドでこんなんやるなよ。めっちゃいいっすね。これやばいっすよ。これめっちゃ面白いよ。
この竿は正直一番作りたかった竿。こちらの7フィートのライトロッド、こちらをちょっとテストしていきたいと思います。今風的にはですね、若干の向かい風、ちょっと右斜め前から吹いてるような状況ですね。ガイドに絡まったりしないかと、吹きがいいのかと、曲がりと見てみたいと思います。これはめっちゃいいよ。木梨用の、ワンランク上のガイド大きさをつけてるんですけど、そうすることによってやっぱガイドの重みっていうのが重なってですね、少し同じブランクスの細さにしてはちょっとだらけるというか、だらんするんですけど、ルアーの動きを竿がこう硬くて弾こうとしない、もう素直にですねこう受け止めてくれてるような感覚があります。ガイドが逆に重くなることによっていいことが生まれたな。軽量化もできてるし、ルアーの泳ぎもうまいこと素直に吸収してくれるっていうような、ティップになっててですね、で、ワンハンドでも投げれるし、重心こっちに来てるんでワンハンドでも投げれるし、こっち掴んでツーハンドでも投げれます。今1000番つけてて、このバランスです。見てもらったら分かるんですけど、今グリップエンドにバランサーを入れてるわけではなくてですね、超軽いリールなんですけど、それでしっかり重心が取れてます。でこれに例えば2500番クラスつけるとより後方重心になって、使ってる感覚としては軽く感じます。合格ですいいです。これは根がかり外すときにこうアクションしてみたりとか、ちょっと無理に曲げてみて折れないかっていう強度実験やってみて、そこをクリアできれば個人的にはもう満足できるレベルですね。感覚としてはなんかブラックバス用の、フィネスのロッドにちょっと似てます。で、フィネスの中でもシャキッとリアクションで誘うような竿とはまた別で、冬の食いしびった時に使うような、ソフトルアーを使うようなロッドにちょっと近いんですけど、ただそういうロッドっていうのはやはりガイドがちっちゃくて平向きではない、フィネスな釣りをできる、なおかつ太いリーダーもつけきれるというこの矛盾をクリアしてる、沖縄のライトゲームにはかなり特化したやばい竿に仕上がってます。これはいい竿です。ティップが少し入るロッドっていうのはオートマチックに割とトンと入ってくれるので、ブレニアスはどっちかというと、僕が使ってた ML ロッドはどっちかというとすぐにかけるタイプのロッドです。ハンドはその分ピンとしててハンドはいいんですけど、すぐにかけないとロッドの反発が先に来てしまって魚に違和感を持たれて吐き出す。なのでしっかりトンって当たりはいいんですけど、すぐに合わせないとかからないようなロッドだったんですけど、これは割とティップがスッと入ってくれてしっかり乗るようなロッドになってるので、そこがシャキッとしてるロッドとの違いですね。ティップの感覚的に言えば UL のようなティップをしてます。なんですけど、この根元の部分は意外とシャキッとしてて、リアクションなどの速い釣りでも使えるという、矛盾をなんとかうまいこと調和させてるなどがあります。Fishing